一度死んだはずの人間がもう一度この世に生きて帰ってくるんあです。なたはその山村貞子がもう一度生まれてくるとでも言うんですか？私産みたいんです。今妊娠3ヶ月なんですが、前の検診に比べると成長が非常に早いんです。この子がね、話しかけてくる気がするの。早く外に出たいよって。井戸、誰かが井戸から。美咲が見た井戸ってもしかしたらパソコンに映った映像なんじゃないか。はい、調べてみてくれないか。美咲たちがパソコンで見る可能性のあったもの。パスワード入れないと開けないみたいで。暗号かな？先生、お姉ちゃんが。どうした西島？お姉ちゃんが急に苦しみ出したの。もしもし西島。ゆうべ徹夜で解いたよ。やっと分かったんだ。あのディスクを開く方法。このパスワードを打ち込めばファイルが開けるはずだ。パスワード何だったんですか？リング RING。 関わった者たちはその事件をリングと呼んだ。そのファイル開いちゃダメ。青木さん、青木さん。ない、ディスクがない。西島。先生、どうしたんだ？美咲はどこ行ったんだ？死因わかりますか？詳しくは死体解剖しないとわからないけど、見たところ心臓麻痺だろうね。私一緒に行きます。後で病院から連絡します。すいません。突き飛ばされたって美咲にか？お姉ちゃん、人が変わったみたいになって。どこに行ったんだ？どういうことだよ、心臓麻痺って。青木さん、何してたんだ？ディスクこの前運び込んだでしょ。その1枚見てたの。おい、そのディスクと心臓麻痺とどういう関係あんだよ？わかんないわよ。部長。私があの事件があったグリーンタワービルから持ってきたんです。その中にパスワードが分からずに開けないディスクがあって、青木さんはそれを解読してくれたんです。そして私が駆けつけた時には。ディスクには何が入っていたんだ？分かりません。ただなんだ？そのディスクのパスワードは RING リングでした。リング？あの呪いのビデオの事件と同じ名前がついていたんです。そのディスクは盗まれました。私が駆けつけた時にはもうすでに誰かに盗まれた後でした。君の勝手な行動が人の命を奪い
恐怖の扉さえも開けてしまったというわけだ。私絶対犯人を見つけ出してそのディスクを取り戻します。そんなことができると思うのか？できます。パソコンのディスクドライブのところから指紋が取れました。ですから犯人はすぐ見つかるはずです。そのディスクを取り戻せればあの中に何が入っていたのか、あのビルの人々や青木さんはなぜ死んだのか、今まで分からなかったことが全て分かるはずです。君には無理だ。君に犯人は探し出せない。どうしてですか？君は青木の死に対する罪悪感から逃れたくて騒ぎ立てているに過ぎない。そんな。冷静さを欠いた科学者は真実に打ちのめされる。そして間もなく君はこの言葉の意味を知ることになる。よく覚えておくことだ。すいませんよ君。どうです？どうかしましたか？ちょっと人を探してるんですけれども。誰の指紋だよ？なんだ、びっくりさせないでよ。青木さんが亡くなった後、ここに誰かが来たみたいなのよ。誰かって？青木さん心臓麻痺じゃなかったのかよ？だからこの指紋が誰のかが分かれば、どうして青木さんが亡くなったのかが分かると思うの。おい、ルーマどこ行くんだ？ルーマルーマステイルーマどうしたルーマ？なんかいるのか？入った。美咲は大丈夫なんでしょうか？衰弱が激しいですからね。意識が戻るまでまだ時間がかかるでしょう。衰弱って何が原因なんですか？出血です。見つかった時もひどかったようです。まさか龍さん？いや、そうではなくて彼女どうやら出産したようなんですよ。出産？子供を産んだ直後だったらしいんです。何言ってんですか？彼女はつい先週まで妊娠3ヶ月だったんですよ。本当ですよ。まさか3ヶ月のはずは。その証拠に胎盤があったことも確認されてます。間違いなく臨月を迎えて出産したんですよ。それじゃあほんの数日で美咲の子供は急に成長して生まれたとでも言うんですか？どうもお腹のお子さんの様子が変なんですよ。成長が非常に早いんです。それじゃあその子供はどこへ行ったんだ？昨夜未明、静岡県熱海市の金谷旅館が火事により全焼しました。犠牲者の中に物理学者笠原勉さんの妻明子さんがいたことから、その死を予言した河合徹さんに注目が集まっています。これが昨夜放送された河合さんの予言です。大きな火が見える。逃げ惑う人間たちの中にあなたの奥さんが見える。あなたが予言した通りに笠原さんの奥さんは近くで亡くなりました。どうしてそんなことが分かったんですか？奥様が亡くなられたことについては私も大変驚いています。
笠原先生が私の予言を信じて奥様に連絡を取っていればこんなことにはならなかったのに。笠原さんに何かコメントは？これで私の予言がいたずらに言葉をもてあそぶマルティプルアウトではないということがよくお分かりいただけたと思います。それではあなたの言う恐怖の大王は？もう間もなく訪れる。もうそこまで来ています。もう少し具体的にお願いします。しかし人類はどうなるんですか？何かできるんですか？すみません。いいですか？お願いします。指紋誰のか分かったの？うちの署員じゃないことは確かだった。その前に一つ聞きたいことがあるんだ。何？この前といい今回といい、一体何の事件調べてんだ？この指紋と青木さんの死と何の関係があるって言うんだよ。協力するのが嫌なわけじゃないんだ。ただ自分が何のために何をしてるのかきちんと知っておきたいんだ。ちょっと、この前のグリーンタワービルの事件覚えてる？一度に6人が死んだ？この前の指紋はその時の容疑者のもの。そして今度のはあのビルから持ってきたディスクを昨日ここから盗んだ容疑者のものなの。私の友達がたった一人あの事件で生き残って警察から疑われてるの。それで調べてたのか。だとしたらおかしいな。こいつが犯人なわけないんだけどな。この指紋はこの前のと同じだったんだ。3年前に死刑になった男のものなんだよ。有田、そんな。お医者さんなんだって？意識が戻るまでもう少し時間がかかるそうだ。赤ちゃんは？お姉ちゃんの赤ちゃんどうなったんですか？赤ちゃんがいないってお姉ちゃんずっとうなされてて流産しちゃったの。美咲には俺から話すから。せっかく助かったのにこんなことになっちゃって。お姉ちゃん一体どうしちゃったんだろう。6人が同時に心臓麻痺。一人手についたパソコン、オフィスで見た人影、監視カメラのテープに入った音声ノイズ。3年前に死んだ男の指紋。この中のどれか一つでも解明できればあのビルで何があったのかわかる。わかった。これが原因だったんだ。覚えてますか？この前の話。山村貞子が生まれ変わるって話ですか？山村貞子は私たちの知らないところでもう生まれているかもしれません。いいえ、もうすでに私たちの近くにいるかもしれません。まさか。感じるんです。もう一度生を受けたい、井戸から出て生まれ変わりたいという山村貞子の執念を。井戸？井戸って何ですか？山村貞子は井戸に落とされて殺されたんです。そんな。井戸、あの時井戸から誰かが井戸から。それじゃあ美咲たちが見たのは
山村貞子が殺された井戸、美咲が見た井戸、そしてリングというパスワードのついたディスク。やっぱりあのディスクには呪いのビデオと同じように山村貞子の怨念が入っていたんだ。だからそれを見た美咲たちは。違います。あのビルで起きたことは全部人為的なトリックです。超常現象なんて何一つ起きてないんです。いいですか。まず私たちがあのビルに行った夜のことから解いていきますよ。有田と名乗る男はあたかもオフィスのあの部屋にいるふりをして別のフロアからモバイルパソコンを使って私たちと会話をしていた。ここまではいいですよね。そして私が一人になった時、突然目の前のパソコンが立ち上がりました。そうだ、誰も手を触れていないはずなのに。手を触れる必要なんてないんです。手を触れずにパソコンに電源を入れる方法があるんですよ。電磁波ですよ。電磁波？よく病院やオフィスで突然ラジカセが鳴り出したりプリンターが作動したっていう話聞いたことありませんか？その原因が電磁波なんです。最新の電子機器は電磁波の影響を受けやすいんです。つまりあれか、その有田のふりをした男はどこかその部屋の近くから電磁波を発生させた。そうです。そしてこの電磁波によってついたパソコンの明かりはオフィス内に立ち込めた埃に私の影を作り出しました。そしてそれまでそこに殺人鬼がいるかもしれないという強い暗示を与えられていた私はその影を殺人鬼有田と思い込んでしまった。監視カメラの映像が乱れていたのもそのせいなのか？そうです。監視カメラのテープの中に入るはずのない音声ノイズが入っていたこともそれを証明してるんですよ。電磁波によってテープの磁気が影響を受けノイズとして記録されたんです。電磁波は体の中のプラスイオンとマイナスイオンを通じて人体にも強い影響を与えることが分かっています。多分6人が死んだ夜にはもっと強い電磁波が発生させられていたんだと思います。それで心臓麻痺を起こしたと？可能性はあります。その監視カメラの中に入っている音声ノイズを分析すればその時発生していた電磁波の強さと種類が分かるはずです。そうすれば全てが明らかになり山村貞子の怨念と無関係なことが分かるはずです。美咲の産んだ子供はどこに行ったんだ？それも電磁波で説明できるのか？それは。それに有田の指紋だ。3年前に死んだ男の指紋がまた出てきたんだろう。それはどう説明するんだ？刑事さんが一体何の用ですか？笠原さんの奥さんが死ぬことを予言してましたよね。あれどうして分かったのか教えていただけませんか？私はただ。どんなトリック使ったんですか？失敬だな、いきなり来て何かと思えば。それともあれはただの偶然だったんですか？私はただ自分の中に見えた出来事を伝えただけだ。あれは偶然でもトリックでもない。私は予言をしただけだ。あいにく私は偶然も予言も信じない方なんですよ。とすればあなたがあの火事について何か知っているか、何らかのトリックを使ったとしか思えない。バカバカしい。あなたあの火事に関係してますね。何を言うんだ。
すごいですよ、汗。お姉ちゃんどうしたの？何もないよ。どうしたの？お姉ちゃん。先生、大変だったな。すいません、迷惑かけて。でも俺より久美子だよ。あいつ随分心配してたんだ。私どうしてここで寝てるんですか？何があったんですか？私何にも覚えてない。別に何もないよ。でも目が覚めた時誰かがいた。女の人、そこに怖い目をして。美咲、いたんです。本当にいたんです。夢見たんだよ。もう忘れろな。もう大丈夫だから。私赤ちゃん産みたかった。流産したんだよね。私両親が早く亡くなったから早くお母さんになって自分のあったかい家族作ろうって思ってたのに、先生んとこみたいに幸せな家庭作りたいって思ってたのに。これが幸せになる鈴らしいんだ。先生何もしてやれないからこれ美咲にプレゼントだ。ゆっくり休んで早く元気になろうな。先生、私どうしてこんな目に遭うの？どうしてこんな目に遭わなきゃいけないの？どうしたの？うん？なんかあったの？いや別に、ただお前の顔が見たくなってな。嘘。何か困ったことあるんでしょ？なんで？
そういう顔してる。どういう顔だよ。貴則のことでしょ。美和子、お前あの子最近全然会いに来てくれないのよ。元気にしてるの？ねえ、今度一緒に連れてきてお願いね。約束よ。小田先生、相原さんです。ああ。青木さんの解剖結果だったね。あ、はい。青木さんの死因はただの心臓麻痺だ。何か死因に疑問でもあったのかい？何か変わったところなかったですか？そこにも書いたけど、あのビルの事件の被害者たちと同じように彼にもヘルペスに似た湿疹の跡があったな。でもそれだけだ。そうですか。どうした？なんか困ってることでもあんのか？実は例の有田の指紋がまた出てきたんです。3年前に死刑になったはずの人間が生き返るなんてことがあるわけありません。でもまた指紋が出てきた。一体どういうことなのか。確かにそうだな。まず事実だけで考えてみたらどうだ？僕たちはついつい先入観にとらわれがちだ。いつの間にか事実を勝手に解釈して袋小路に迷い込んでしまう。肝心なのは先入観なしに事実だけを見つめることなんだ。例えばね、3年前に有田が死んだのも事実、そして今有田の指紋が出てきたのも事実。しかし指紋が出てきたということは確かにそこに生きている人間が存在していたということだ。とすると指紋があったっていうことは確かに人がいたってことでしょう。しかし有田は死んでるわけだから、これは有田の指紋ではない。もしも有田のではないとして有田のではない。有田の指紋はトリックだったんだわ。ほら、こっちがもともとあった有田の指紋、そしてこっちが私たちが調べていた有田の指紋。本当だ、全然違うな。有田は生き返ったわけでも何でもない。誰かがデータベースの有田の指紋を別の指紋に差し替えただけだったのよ。そうか、だから指紋を調べると死んだ有田の指紋が上がってきて、いかにも死んだ人間が生き返ったように錯覚した。でも一体誰がそんなことを？このビデオのノイズが電磁波であることが証明できれば、有田の指紋同様事件も人為的だったことが証明できる。もしもし。また当たりましたね。お前何やったんだ？まさかお前が笠原の女房を？何もしてませんよ。あなたの予言が当たったんです。そうでしょう。刑事が俺のところに来た。アリバイがあったからよかったものの、俺が誰かと組んで火事を起こしたんじゃないかと疑ってる。疑わせておけばいい。なんだと？恐怖の大王はあなたに期待しています。
大丈夫か？美咲。お姉ちゃん、後ろから突き落とされたって。誰に？殺しに来る。医者はなんて？子供を亡くしたショックで気持ちが不安定になってるだろうって。だから自分で足を滑らせて階段から落ちたんじゃないかって。私に殺される。お姉ちゃんの言ってたこと本当だったんだよ。きっと誰かに襲われたんだよ。じゃなかったらなんであんなところで倒れたの？あんなところまで。きっと逃げたんだよ。誰かに襲われたから逃げたんだよ。少し落ち着けな。そいつはどこの誰なんだ？何？これ電磁波のノイズじゃないの？まさか人の声？出して
調べてくる。でも私一人じゃ。何かあったらナースコール押せ。すぐ戻るから。もしもし。先生、相原です。どうした？例の監視ビデオの分析が終わりました。どうだった？やっぱりデンジャーだったのか？それなんだ？が、あの監視ビデオに入っていた音は人の声でした。人の声？はい。その声の声紋を割り出して分析した結果、年齢25から35歳、身長165センチ前後の女の人の声だということが分かりました。そしてその声をよく聞いてみると、何かに反響していることが分かりました。その声の反響度を分析すると、その声がどのようなところで発せられたかを特定することができるんです。先生、いいですか？この声が発せられたところは、その反響度から直径 1.5 メートルほどの非常に狭く丸い部屋のようなところ、そしてその周囲の材質はコンクリートのようなもの、そしてこの声の上を鳥の鳴き声が通過していることから、深さ8メートルほどの円筒状の中にあり、またその声に揺らぎがあることから、大量に水の溜まった穴の中で発せられたと思われるんです。先生、いいのか？まさかその声は？これがその声です。山村貞子。信じたくありませんけど、今までの状況からすると、やっぱりあのディスクにはリングビデオのように山村貞子の怨念が入っていたのか。だからパソコンでそれを見た人はみんな死んだ。山村貞子の怨念はビデオからディスクに形を変えた。だとしたら、どうして美咲だけが助かったんだろう。相原、また後で電話する。
咲！あの病室にいるのはただずっと答えを探したり形なき自由を手にしたり混沌の世代に僕らは生まれたんだし慌ただしく年を取っていたり若き日を鏡に美化したり人並みな未来がうざったくてうなだれる灰色の太陽静寂と悲しみ針のまま偉大のさ不器用でもしょうがないでしょそれが山村貞子の生まれ変わりかもしれません。俺たちの手に負えない何かが起こってるんだよ。誰かが西島をおびき出したんだ。始まろうとしてる塩由美がやらせる儀式が。このままではいずれ災いが世界中に広がってしまうんです。